はいどうもチートンです。今回は外来昆虫フェモラータオオモモブトハムシを取っていこうと思います。虫が苦手な人ちょっと待ってください。今回の虫は特別なんです。最近僕のチャンネルにクルミの樹液など植物系から登録してくれた方が多いので、昆虫は無理って方も多いとは思っています。なんですが、せっかく登録してくれたんですから、苦手な方は目を細めながらでも新たな世界を覗いてみてもらえると嬉しいです。ということでフェモラータオオモモブトハムシを取っていく。フェモラータはね、こういう河川敷によく生えてるマメ科のつる性植物クズを食べて繁殖しています。原産地としては中国南東部や東南アジアなど熱帯地域に広く分布しています。もともと日本にはいなかった昆虫なんですけど、その太くて立派な太ももや美しく輝く外骨格の構造色などからペットとしても人気があり、密輸されたものが脱走もしくは捨てられて繁殖し、日本に定着してしまったようです。こういうね、木に絡みついている植物を探していくとクズを見つけやすいです。この河川敷はね、いろいろありそうですよ。テントウムシがいました。春めいてきましたね。可愛いな。お、飛ぶか。あ、飛んだ。クズのつるありました。見てください、これパンパンに膨らんでます。パンパン。この辺膨らんでる部分にはフェモラータオオモモブトハムシが入ってると思います。あの辺もボコボコしてますね。早速取っていきましょう。今日はね、海星さんと一緒にフェモラータを取っています。パンパンに膨らんでますね。パンパンですね。開けてみましょうか。ということで、虫が苦手な方はここからね、薄めでご覧ください。体の一部が見えましたね。見えてますね。フェモラータの幼虫。いた、見つけました。ちっちゃ。これが皆さんフェモラータオオモモブトハムシの幼虫です。これはかなり小さい方ですね。続いてこれはサナギですかね。もうすでにサナギになってますね。それにしても小さいな。僕が前食べたフェモラータに比べると二回りぐらい小さいですよ。あ、出た。よいしょ。プリン。割といいサイズですね。で、今この時期はすでに全用なので、お腹の中の糞を全て出し切っています。なので食べるには最適な時期です。ものすごいの取れましたね。いや、でもそれにしてもめちゃくちゃ入ってそうな雰囲気ありますね。これって脱出痕なんですかね。かもしんないですね。自然界に放たれてしまっています。絡みついたツタをほぐしていきましょう。お、フェモラータっぽいな、この輝き。けど挟まって死んでる。もうだいぶ古いっすね。ここに挟まってたから多分状態が良くて残ったんでしょうね。あ、こんにちは。はじめまして、チートンと申します。今虫取り豆腐さんがフェモラータオオモモブトハムシの成虫を持ってきてくださいました。もう絶対にね、ここには逃がさないように観察をしたいと思います。新成虫っていうことですか？はい。可愛いし綺麗。これがフェモラータオオモモブトハムシの新成虫ですね。輝くピンク色、ちょっと紫がかったピンク色ですね。キラキラ光っています。これは構造色といって、光の屈折や反射の加減でこういった色を発色しています。これね、茹でて加熱すると全体的に緑色になったり青っぽい色に変化します。そしてこの立派な太もも、これは飼いたくなる気持ちは分かりますよね。ただね、修正飼育をして責任を持ちましょう。じゃあ逃げる前に蓋をしていただいて。はい、ありがとうございました。これ去年の、これゴールの中ですか？ゴールの中ですね。脱出できなかったんだ。ちょうどここにつるが絡みついてたところでうまく出れなかったんですね。ここにもありました。ゴールばっかり。パンパン。取り放題ですね。うわー、フェモラータの繁殖マンション。ちなみにクズはかなり樹勢が強くて、この根元から切ってもまたね、そこから新芽が出て今年しっかり繁盛してくれるので、刈り取っても大丈夫なんで買っていきます。大収穫。これをね、持って帰って調理して食べるんですけど、その前にね、クズの根っこも取っていきましょう。ゴンブト。クズってね、成長するとこんなに太くなるんです。ちなみにここのクズの根っこ管理しているところに電話をして現状復帰をしていただければ取って持って帰っていいということなんで取っていきます。いやー、立派だ。しかしゴンブト、もうこの辺からは根っこと言っていいでしょう。これね、この辺もフェモラータ入ってますね。虫コブができてます。この辺なんかはもう脱出痕もあって出てってますね。そりゃフェモラータ繁殖するわけですよ。ちなみに河川敷などは土地の形状変更なんていうのも禁止されていて、勝手にね掘ったり崩したりしてはいけないんですけど、今回もね、現状復帰することを前提に承諾を得ています。クズの根っこから取れるでんぷんはクズ粉と呼ばれていて、かなり高級品です。その理由がクズのでんぷんを抽出する作業にあるんですけど、結構大変なんですよね。これ見ての通り、こんなにクズの根っこ硬いんです。ここからでんぷんを抽出する作業がまた一苦労なんですよね。なので今回このクズの根っこから取れるでんぷん、クズ粉を使って美味しいね、杏仁の香りがするクズ餅かクズ切りのようなものを作っていきたいと思います。うら、こっからだいぶ下に入っちゃってるんで、もうこの辺までですね。よっ、この辺ぐらいにしておきましょう。じゃあここをね、ノコギリで切りましょう。オッケー、取れた。クズの根っこゲット。
いやー取れた。取った場所はね元に戻しておきます。これがクズの根っこです。こんな感じで繊維質でかなりみずみずしいですね。この繊維をね崩して水の中で揉むんですけど、これがまた大変。帰ってねやっていきたいと思います。ということで帰宅。こぶ付きのクズとでんぷんを取り出すためのクズの根っこを持って帰ってきました。まずはこの根っこを洗ってでんぷんを取り出す作業をやっていきたいと思います。オッケー、綺麗になりました。早速でんぷんを取り出す作業をしていくんですけど、包丁ごときで切れるのか。お、切れる切れる。根っこは茎と違ってかなりみずみずしくて切れやすいですね。これははかどる。指を切らないように気をつけましょう。これを製造するのはかなり大変ですね。これやっていくとわかるんですけど、真っ白なでんぷんを取るのはそこそこ日数がかかるようです。なんでね、今日は終わらないということです。よし、こんな感じでね、とにかく細かくしていきます。結構ポロポロ崩れますね。これだったらミキサーいけるかな。ちょっとやってみましょう。ミキサーに入れてスイッチオン。お、意外と細かくなってるな。これいいんじゃない？これならでんぷん抽出できるでしょう。さあ、そしたらね、これを例のごとく布巾でねこしていきます。ギュギュギューっと絞ります。めっちゃ絞れる。ひとまず一発目絞れました。このカスにもまだでんぷんが残ってると思うので、これまた後で洗って、落ちちゃった。これまた後で洗ってでんぷんこしたいと思います。なんでね、ここに一回入れておきます。舌触りが悪くなるんで取り除いておきます。後でもう一回こしてもいいでしょう。おー、出てる出てる。いっぱい出てるよ。オッケー、終わった。秘宝、ミキサーが壊れました。モーター焼けちゃったみたいですね。とは言ってもね、8割9割は粉砕ができたと思います。でんぷんが浮遊している液体をこんなにたくさん取れました。これを一晩くらい放置してでんぷんを沈殿させて上澄み液を捨てていきます。本当はハイライトでお届けしたかったんですけど、ちょっとハイライトでお届けするわけにはいかなくなりました。というのもですね、そこの方を指でこすったんですけど、全然でんぷんが溜まっていませんでした。とりあえずね、上澄み捨てていきます。ちょっとは溜まってるというのか、ちょっとしか溜まってないというのか、ちょっとこの辺にしましょう。ちょっとね、今ゆすっちゃってでんぷんが浮いちゃったんで、このままもう一度沈めるんですけど、このまま沈めても全然でんぷんを取ることができないので、追加でクズの根を準備しました。新たに取ってきたクズの根っこを洗いました。わ、すごい白っぽい液体が噴き出します。それとでん、新しくミキサーを買いました。昨日買って今日届きました。最高です。おお、めちゃくちゃでんぷんついてるのが分かりますね。でんぷんいっぱいって感じがする。上澄みだけをゆっくり捨てていきます。こんなもんにしとくか。でもある、ちょっとはありますね。もう一個の方も見ていきましょう。上澄みだけをゆっくり捨てていきます。お、こっちはなんか結構沈殿物があるな。でんぷんが舞い上がっちゃったら捨てるのをやめます。いやー、このぐらいにしとこうか。こっちの方がグリグリグリっとでんぷんがついてるのが分かります。沈殿してる沈殿してる。これあれですね、あんまり鍋が広いと薄くしか積もらないんで、もうちょっと小さい鍋にして厚く積もるようにしたいと思います。もう少し水を入れておきましょう。できるだけたっぷり水を入れます。こうやってできるだけたっぷりお水を入れることでどんどん薄めていきます。中3日空けました。一晩だとまだふわふわとしていて沈殿しきってない感じがあったので、中3日空けました。おお、だいぶ沈殿してる。これ取れてるな。こんなもんにしとくかな。結構取れてる感じしますね。うわ、汚ね、茶色いな。白いでんぷんだけが沈殿してるというより、なんかいろいろ沈殿してるな。しょうがない。これをまたね、水で洗って沈殿させます。これちょっと時間がかかりすぎるんで流水で流してみます。こんな感じでちょろちょろ水を垂らしてオーバーフローさせれば透明になるんじゃないかな。さすがにそこまで攪拌することはないと思うんで、これで少し様子を見ていきたいと思います。おお、めちゃくちゃ綺麗になってる。何度も洗い流してやっとここまで来ました。もうこれ以上ね、何回洗っても色が変わってこないので、もうここでおしまいにします。ということで上澄み液を捨てて、結構綺麗になったように見えるんですけど、ちょっと微妙な部分があるんですよね。ここからは乾燥させるために切って開けていきます。結構白く見えるんですけど、中がちょっと茶色っぽいです。でもね、これ以上も変わらないんで、これで完成としたいと思います。それではしっかり乾かしていきます。
はい、やっとくずのでんぷんの生成が終わりました。なんですけどちょっと汚れというかつるの微粉を取り除けませんでした。おそらくミキサーを使っちゃったからつる自体が細かくなって付近の網目を通過しちゃったんだと思います。こんな感じ、ちょっと茶色い。取れたでんぷんは約 30g ですね。なんだかんだで 10kg くらい潰したんで約 3% の抽出となりました。取れたでんぷんが少なかった理由なんですけど、根っこの採取時期がすでに新緑が出始めていた時期なので、根に溜まっていたでんぷんが成長のために使われてしまったんだと思います。クズの根っこの収穫時期は夏に光合成してたっぷりでんぷんを蓄えた秋から冬がいいと言われているので、春先に取った根っこからはまあこの程度っていうことなのかもしれません。まあなんとか取れたんでね、早速調理していく。今回はフェモラータオモモブトハムシの素揚げとくず餅と杏仁豆腐を作っていきます。とにかくまずは幼虫を取り出していきましょう。あ、出てきた出てきた。これはもうさなぎですね。うわー、出たー。もうここに太ももが見えます。大モモブトハムシの大ももが見えますね。かわいい。食べちゃいたいくらいかわいいですね。ちなみにフェモラータの幼虫は一度冷蔵することによって杏仁の香りが増すと言われています。ここにあるクズのコブは一度すべて冷凍をしたので杏仁の香りが強くなってくれているはずです。わ、またさなぎだ。さなぎになっていても味はね変化しません。もしくはね、さなぎの方が美味しい説があるので最高かもしれないです。でかっ。普通の眉に比べるとだいぶでかいですね。隣にも眉があるんで比べてみましょう。この右側大きくないですか？これは大きいわ。立派なフェモラータ。これ成虫になってたらかっこいいんだろうな。フェモラータの幼虫とさなぎを取り出すことができました。それでは早速調理していくんですけど、素揚げ用のさなぎと幼虫だけ別に避けておきましょう。さなぎ2匹と幼虫2匹を素揚げ用にして、それ以外はくず餅と杏仁豆腐用にミキサーで粉砕していきます。お水を入れていくんですけど、このお水、湧き水を採取してきました。なぜ湧き水を採取したかというと、くず餅がですねほとんど水を食べるような料理なので、お水にもこだわりたいと思って湧き水を採取してきました。スイッチオン。うわ、ミルクみたい、牛乳みたいになりましたね。おお、完全に杏仁の香りだ。もはやこれで杏仁豆腐。これに砂糖入れて飲んだら絶対美味しい。うわ、うまそう。それじゃあね、せっかくなんで美味しく食べるために断崖はろ過しちゃいます。よいしょ。こっちでやればよかった。こうして最初からこうすればよかった。フェモラータミルクが 160g 取れました。コップの重りは抜いてあります。ちなみにこれを放置しておくとだんだん緑色になっていくんですけど、だいぶ色が変化してきました。早く調理を始めましょう。くず餅から作っていきましょう。だいたい 10g ぐらいにしよっかな。そこに 80g 入れます。はい、ちょっとね水が足りないので合計でお水が 100g になるようにします。くずのでんぷんの10倍ですね。うわー、もう色が劇的に悪くなっちゃいましたね。だいたいねでんぷんが混ざりきりましたね。ちなみに今回ね、水風船にこのくず餅をね入れて丸いくず餅作るんで、注射器も用意しました。お砂糖 10g を入れていきます。ファイヤー。焦げつかないようにしっかりかき回していきます。でんぷんが固まり始めると一気にね雰囲気変わってくるんで、しっかり鍋底をこするようにかき混ぜていきます。ちょっとなってきた。うわー、一旦火から下ろします。均一に混ぜてこの色さすがにちょっとやばいな。調子が悪い時のあれに似てますね。調子が悪い時のあれがなんでこんな色になるかっていうと、胆汁に含まれるビリルビンという物質が普通はね腸管内で再び再吸収されるんですけど、腸の調子が悪くて再吸収されないと腸内で酸化して緑色に変色するんですよね。そう、胃腸の調子が悪いとね、あれがこんな感じの色になるんですよね。いや、まさか食べ物作ってる最中に便の話をするとは思わなかったな。まあね、一番大事なのは味なんで、味は美味しいと思います。なんせね本くず粉で作ってますから。くず 100% の本くず粉。くず粉ってねめちゃくちゃ高いんですよ。やっぱね抽出に手間がかかるんで高いんだと思うんですけど、その本くず粉で作ってるんでね、きっと味もいいと思います。バッチリ火が入りました。そしたらこの水風船にくず餅を入れていくんですけど、風船の表面にはゴムの粉がついているので、裏も表も洗剤でしっかり洗っておきました。チューッと吸い取って水風船に注入。入った。熱々の弁3発目注入。オッケー。そしたらフルリンパとしてしっかり縛りました。そしたらこれを氷水に入れて冷やしておきます。杏仁豆腐を作っていきます。牛乳約 160cc と、うわ、フェモラータ分離してるフェモラータミルクを入れます。だいぶ牛乳によって和らぎましたね。これは良かった。まだフェモラータが生なんでね、しっかり熱を入れていきます。沸騰したのでここにお砂糖 20g 入れます。ゼラチンはこれ水でふやかしておきました。ただね、ゼラチンをしっかりと溶かしてなじませます。
容器に入れて冷やしていきます。これはうまそうですね。匂い嗅いでみましょう。うん、ちゃんと杏仁の香りがしてます。それでは杏仁豆腐の方は冷蔵庫に入れて冷やしておきます。素揚げも作っていきます。それとね、くずの昆布蒸しかごに入れといたやつなんですけど、浮かしてました。これがフェモラータ大もも豚ハムシです。見ての通り太ももが太いですよね。ツンツン、ツンツンすると離れまいとこの自慢の後ろ足でしっかりしがみついてきますね。力強いです。ギューッとされる感じがなんか心地いいですね。このまま素揚げするのかわいそうから冷凍締めしておきます。いい温度だ。早速素揚げしていきましょう。投入。うわー、熱々。さなぎは綺麗に開きましたね。はい、完成。あんまり揚げすぎてもね、風味が飛んじゃうといけないので、これくらいにしておきましょう。そしたら冷凍締めしておいたフェモラータの成虫も入れていきます。色が変化して緑色になりました。フェモラータの成虫も上がりました。緑色です。ということで、全ての調理が終了しました。完成。ということで、やっと完成しました。素揚げと杏仁豆腐とくず餅です。大地の恵みに感謝していただきます。まずはこのくず餅取り出していきましょう。果たして完成しているか。それではいきます。3、2、1。出たー。プリン。できました。まん丸。最高。よくできた。いやー、よかったよかった。うまくいった。くず餅がちゃんとできましたね。フェモラータ大もも豚ハムシ入りのくず餅。プリンプリンじゃん。よくできました。それでは早速いただきたいと思います。まずはね、揚げたての幼虫たちをいただきたいと思います。まずは初期形態のこの幼虫からいただきましょう。いただきます。杏仁の香り強い。これは美味しい。甘くない杏仁豆腐の味がします。不思議。びっくりするほどに杏仁豆腐と香りが一致します。続いてフェモラータ大もも豚ハムシのさなぎいただきます。あれ、こっちはなんか杏仁豆腐の香りがあんまりしなくて、お豆のような味がしますね。ほとんど豆の味がする。これはこれで美味しい。トウモロコシのような美味しい味がします。ただね、甘みはないので風味だけって感じですね。お豆のような穀物系のトウモロコシのようなね、そんな香りがします。続いてフェモラータの成虫いただきます。かなりナッツ系の味がしますね。カナブン食べた時の味に近いかな。カナブンも結構美味しいんですけど、それに近い味がすると思います。幼虫が一番華やかないい香りがして、さなぎがその次に穀物系のナッツ系のような匂い、そして最後にザ・ナッツって感じの昆虫の味ですね。段階を踏んで風味が違います。これは面白い。砂糖をつけて食べてみましょう。これね、お塩をつけても美味しいんですけど、僕はね、断然砂糖の方が美味しいと思います。いただきます。間違いない。ほのかに杏仁の香りした。美味しいです。お菓子ですね。完全にお菓子。これ大量に捕まえてきて、素揚げにして、お砂糖バサバサバサってまぶして、ポンと置いといたら、もう子供たちね、手づかみでバンバン食べられる味です。めちゃくちゃ美味しい。幼虫はかなり杏仁の香りがしたので、これはね、ちょっと取っといて、後で妹子にあげたいと思います。ちょうどね、遊びに来てるんで。それでは、続いて杏仁豆腐をいただきます。やっぱね、フェモラータの色がどうしてもね、変色しちゃうんで、ちょっとね、こんなくすんだ色になっちゃうんですけど、でも出来上がりはトロトロです。いただきます。これは杏仁豆腐だ。うまい。牛乳のミルキーな香りの中に杏仁のフェモラータの香りがして完全に杏仁豆腐だ。でもね、途中なんかこう豆っぽさがありますね。独特な杏仁豆腐だ。紛れもなくデザートですね。嫌な感じ全然ないです。嫌なのはこの色だけ。それを除けばね、美味しいです。これはこれで美味しい。今日はね、ビールじゃなくて和風のデザートなんで、太陽の恵みマテ茶にしました。いいですね。喉越し爽やか。この和風のデザートと合いますね。そして今回メインのフェモラータのくず餅。くずを食べて育ったフェモラータ大もも豚ハムシをくずのでんぷんの中に練り混ぜて作ったくず餅です。プルンプルン。どんな味がするのかいただきます。ちゃんとくず餅だ。くず餅になってる。くず餅のとろっとした舌触りにちゃんと杏仁の香りが入ってます。いやー、これは不思議なデザートですね。食べたことない味がします。どことなくくずの優しいふんわりとした何ですかね、くずの香り、くず粉の香りですね。それにフェモラータの杏仁の香り。これは繊細な味ですね。完全な和菓子です。ザ和菓子っていう感じのめちゃくちゃ強い主張はないんですけど、優しくて体に染み渡る、そんな味わいですね。先日食べたアライグマのすき焼きのようなガツンとした旨味はどれにもないんですけど、どれもね、風味豊かで舌触りだったり、その優しい風味非常に美味しいです。今回も大成功。どうも、いもこです。まずじゃあこのフェモラータの幼虫の素揚げ、食べてみてください。これはね、砂糖につけて食べてみよう。はいよ、いただきます。杏仁の香りする。美味しい美味しい。砂糖つけたからすごい甘い杏仁の。うまいうまい。はい、続いて杏仁豆腐作ってみました。いただきます。杏仁豆腐だわこれ。
でもなんか違う風味する。どんな風味だろう。豆っぽい感じしない？あ、豆っぽい豆っぽい。美味しい。ちょっと独特な杏仁豆腐だね。続いていただきます。杏仁の香りはする。杏仁の香りするけど結構さっぱりした味だね。味としては素朴だよね。でもまあ和菓子ってこんな感じだよね。美味しい美味しい。はい、ということで美味しくもあり楽しくもある食事ができました。どれも杏仁の香りがするんですけど、調理法によって出てくる雰囲気っていうのがそれぞれ違って面白かったです。今回この中で一番美味しかったのはこの杏仁豆腐ですね。フェモラータの杏仁の風味が牛乳と砂糖とめちゃくちゃマッチします。これおすすめです。ということで今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押して、そして次回の動画も見たいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。